本日は通常の単色折り紙15センチ角を使って折っていきたいと思います。まずは裏の白い面を上にしていただいて十字の折り目を折っていきます。十字に折れましたら、今度は折った折り目に合わせてさらに半分に折っていきます。くるっと回してこちら側も同じように中央の線に合わせてさらに半分に折っていきます。縦横4等分ずつの折り目がつきました。今度は色面を上にしていただいて、こちらの下の端をこの上から一つ目のこのラインに合わせて折っていきたいと思います。折れましたら反転させて同じく残りの3箇所も同様に下のラインを上の端から1つ目の折り目に合わせて折り目をつけていきます。折り目がつきました。今度は同じく下のラインを今度は下から1つ目のこのラインに合わせて折っていきたいと思います。折れましたら90度反転させて残りの3箇所も同じように1つ上のラインに合わせて折っていきます。残り1箇所。これで縦横8等分ずつの格子状の折り目が折れたところです。今度はこの角を対角線上の角に合わせて色面を上にした状態でこのように対角線をこのラインができました。今度は反対側も同じように対角線同士の角を合わせて対角線の折り目を
対角線に折れました。今度はこの4箇所の端のこの1マス分だけこのように折っていきます。こんな感じで1マス分だけ。で、折れましたら開いていただいて大丈夫ですので、折り目がつけば大丈夫ですので、こんな感じで折ったら開ける、折る、広げる、この折り目のラインだけを入れるような形でね、4箇所折り目がつきました。今つけたこの折り目に端を合わせてこのように折っていきたいと思います。見えにくいですけど、今つけたラインに角を合わせて、ここでポイントですが、下を全部折ってしまうんではなく、この真ん中だけフリフリと。で、真ん中のラインはこのラインとこのラインのこの真ん中だけ。ここから先は両方とも折らない状態ですね。このラインとこのラインのちょうど中央、ここがね見えるかな。ここがちょうど底辺になってますので、ここの部分だけ折り目を折ったら OK ってことです。上のラインはここに合わせて、残り3箇所も同様に折っていきます。角を先ほどつけたラインに合わせて、で折るラインはこのラインとこのラインの間の部分だけということで、このラインとこのラインのこの隙間のラインだけをギュッギュッと折ると、残り2箇所も同じです。折れましたら中央に小さな正方形ができています。こっちから見ると、裏面から見ると山折りの正方形が真ん中にできてます。で、一応しっかりと折り目をつけたいので、もう一度この裏面の山折り側からギュッギュッとつまんで折り目をつけておきます。はい、こんな感じで。で、今度は裏面を上にしていただいて、でこの上側の今こうラインついてますけど、この上側の石型の1マス分をこの下の角にこのように合わせて、でここもポイントですが、全部折ってしまわずに対角線3つ分、ここは対角線3つ分を折ると。上は1マス分のこの角に合わせて、下は対角線1つ、2つ、3つ。1、2、3。3つ分の端まで折ると。ここから先は折らずに置いとくということですね。残りの3箇所も同じです。上のひし形の部分に角を合わせて、下たどってきて、真ん中ではなくちょっとずらして、1つ、2つ、3つ分の対角線を対角線3つ分折ると。ここは残す。
折れました。で、折れたら今度は色面を上にしていただいて、同じく角を合わせていくんですけど、今度は先ほど1マス分でしたが、1マス分、2マス分、この2マス分の角までこちらの端を合わせると。こんな感じで、1マス分、2マス分の角まで合わせたら、今度は先ほどは対角線3つって言ってましたけど、今度は中央のラインから左だけ。中央のこのラインから左だけを折ると。こちら半分を残します。90度反転させて同じです。1マス分、2マス分下ろしたここに合わせて、で、このラインの中央ラインから左だけ折り目を入れると。残りの2箇所も同様に中央から左。から左。折り目がつきました。今度はこの中央の小さなひし形の山折り部から伸びるラインを今から山折り谷折りを折っていくんですが、ちょっと分かりやすいように仕込みのラインを引いていきたいと思います。今ラインを3色で引き終えたとこなんですが、中央のひし形は黒色で、このブルーのライン、右斜め上に伸びるラインは実線で青色で、この角から点線で赤色のラインが伸びてます。で、どこまで伸びているかっていうのは、この下の正方形の格子の部分を見てもらったら、この正方形の角で、こちらはこの正方形のこっちの角、ちょうど等分の長さの青ラインと赤の点線ラインができているのが分かります。皆さんもこのようにラインを引いていただいて折り進めていただいたら、間違わずに次の工程がスムーズに進むかなと思いますので、ちょっと覚えておいてください。そして今から折っていくのは、まずはこの赤の点線ライン、ここが大事なので、この赤の点線ラインを折っていきたいと思います。折り紙の折り方では点線は谷折りなので、ここを谷折りに折っていきたいのですが、ちょっと長さ的にね、谷折りを折るのが難しいので、まずはここを裏面から見て山折りに一旦折ります。この赤の点線を山折りに折っていただいて丁寧に。で、折り目が山折りで折れましたら、裏返してこのラインを覚えておいて、ここですね。ここを裏面から再度山折りに折って、違う折り目つけんように上手に、ちょうどこのラインから伸びるラインになりますけども、この色面から見たらここに正方形があって、このラインから伸びるこの斜めの線、これが今できました。裏面から見たらここが谷折りになってます。残りの3箇所も同じです。裏面側からまずは一旦点線のこの赤ラインの点線を山折りで丁寧に折って、このラインを覚えておいて、こちら側にして、今この谷折りになっているのを山折りに折り直すと。残り2箇所も同じです。ここを山折りで折っていただいて、
くるっと裏返して、この谷折りの部分を色面側から山折りに折り直すと。で、裏向けると谷折りになっていると。残り1箇所も同じです。よいしょよいしょ、キュッキュッと。こちら側の山折りを折って、はい。4箇所折れましたらこんな感じで折り目ができました。で、また裏面向けていただいて、で、今度は実線の青ラインなので、ここはもう山折りだけですので、こちら側からキュッキュッと折っていきます。キュッキュッと。ギュッギュッと。ここは山折りだけなので簡単です。折り目がつきました。こんな感じで。はい。山折りと谷折りそれぞれ折れました。折れましたら、今度は色面側を上にしていただいて、今折ったら自然とこの中央のひし形の部分がくぼんで、今つけたこの山折りのラインができてますので、そこを利用して今から立体成形を作っていきたいと思います。このラインから伸びるラインをちょっと上手にこう付け直していただいて、そしたらこのようにちょっと螺旋状になってくるので、こんな感じでね。一旦このぐらいの緩やかな状態で大丈夫です。で、ここからポイントですが、裏面を向けていただいて、裏面もちょっとここ同じように、ここがちょっと崩れてきている方はちょっと丁寧にね、ライン通り折れてるか確認していただいて、で、裏面のポイントはこの正方形ひし形から伸びるラインのこっちに伸びるラインとこの三角形の中心のこのライン、ここをもうすでに折り目が山折りでついてますが、もう一回ギュッギュッと折り目をつけ直しておきます。ここからシュッシュと、ね、三角形の辺が伸びてますが、この中央にこのライン、この中央のラインをギュッギュッともう一回山折りをつけ直す。そしたら自然とこのようによりこう螺旋がつきやすい状態になってこう畳んでいきます。で、裏面から見てこのように底の部分がさっき開いてましたけども、こう螺旋を裏面から作って、ここはこのように折りたためる状態を作って、で表を向けるとこんな感じで表の部分も立体成形ができている状態になります。ここの部分が少しね慣れるまでは練習、反復練習がいるかなと思うんですけども、慣れたらね簡単に立体成形できますので、皆さんもちょっと根気強く頑張ってみてください。今度はこの部分をこのラインで折っていきます。ちょっとね置くと見えにくいので浮かした状態で説明しますが、このラインですね。このライン取ってきますね。この視点のここだけしっかりと決めてもらったら、
とはすでにここにも脇の立体成形があるので、こんな感じでこちら側はここに沿ってこんな感じで折ってもらったら大丈夫です。残りの3箇所も同じです。ここの支点の部分だけ、ここにちょっとラインありますけども、このラインの端がこの先端が来るようにこんな感じで伸ばしてもらって、でこちら側は折れるとこまでこのようにこう折ってもらう。はい、残りも同じです。このラインの端までこう切る。でこちら側はこんな感じで奥までギュッギュッと折ってもらったら自然と折れますので、こんな感じではい、4箇所とも折れました。折れましたら裏面を向けていただいて、この中央に十字にねこうラインがありますけども、この左から伸びるここの1マス、ここの1マス分を上に折り上げます。こんな感じでギュッギュッと折り目がついたら広げて、でここを中割り折りでこんな感じで中に折りたたみます。で残りの3箇所は折りません。ここはもうこの1箇所だけ折る状態です。で今度は1、2、3、4箇所のこの部分、このパーツの部分を内側に畳んでいきます。こう畳む。こんな感じで。ここは4箇所とも同じように畳む、畳むと。こんな感じで。ちょっと広がってきますけども、あまり気にせずにこんな感じで畳めました。で、先ほど1箇所だけ折った部分をちょっと上に持ってきていただいて、でここを手前のパーツだけこう折り返します。折り返したら向きをこのように変えていただいて、ここにちょうどお山が2つある状態作っていただいて、でこの先端の部分を、ここは目分量になるんですけども、この先端が中央のラインに乗るぐらい、ここの正方形の中心にこの点が来るぐらいの目安でこう折り上げます。こんな感じで。目分量ですけどね。こちら側も同じように折る。こちら側は太いのでね、ちょっとしっかりと力を入れて折ると。こんな感じで。はい。折れましたら、今度はこちら側のね、今こう畳んだこのパーツのこのライン、このラインを内側に折ります。ちょっと分かりやすいように今回はライン引きますね。今ちょっとライン引いた点線のとこがここですね。このラインを折っていきます。で、ここポイントなんですけども、今こちら側も折るところを点線引いたんですが、見ていただいたら左右対称ではないので、
右側はこちらが鋭角になっています。で、左側は上側に鋭角になっていますが、ただ、折る箇所としては、同じ角度の部分を内側に畳みますのでね、ちょっとこのパーツがそれぞれ上向いてるのと下向いてるのがあるんで、そこだけね、ちょっとごちゃならんようにというところでね、ちょっと確認してもらったらと思います。このラインを内側に折っていきます。こんな感じで。こちら側も同じように、このラインで折っていきます。折れました。折れましたら、今度は、この角とこの角も、ここは目分量で大丈夫なんですが、ちょっと内側に、こう倒します。ギュッギュッと。ここだけ。ここも同じように、少しだけ内側に折ると。ギュッギュッと。折る幅は左右対称になるように工夫していただいて、こんな感じで折ります。で、最後、下のラインですけども、今こう向いて置いてるのを少しこちら側に向けてもらって、ここにラインありますが、このラインを、この角がこのラインに乗るように、ちょっとここも少しだけ分厚いですけども、このように。このように折っていただいて、ギュッギュッと。このラインで、このラインで角が合うようにギュッと。こんな感じ。こちら側も同じです。ここにラインが通ってますが、このラインをこの角が乗るようにこう畳む。皆さんはもう置いて、ボードに置いて下でね折ってもらったらいいので、ちょっと分かりやすいように浮かしながらやってますが、よいしょ、こんな感じで。こんな感じ。はい、折れました。両方折れましたら、表側向けていただいて、はい。お待たせしました。ちょっと持ちにくいです。ローズハートの完成です。今回はローズハートというね、ちょっと変わった折原作品のご紹介をしましたが、いかがでしたでしょうか。ピンク色もとっても可愛らしいなね、ラッピングしていただいてプレゼントしてもらっても喜ばれるかなと思います。それでは今回も動画の方最後までご覧くださり本当にありがとうございます。いつも応援してもらってとても励みになります。またいろいろな作品の紹介をしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。